こんにちは、MD ジャックです。愛です。今回は既存モデルの TRN-VX と比較しながらニューモデル、そして TRN-BA プラス DT ハイブリッドのフラッグシップモデル VX プロのファーストインプレッションを進めます。VX は装着感がとても良かったのを覚えています。どう進化して VX プロの名を冠しているんでしょうかね。外観的な違いはこんな感じかな。シェルが鏡面加工の金属製、VX より約2ミリ厚みがある。ノズルが金属製、1ミリ長くなってる。似た形ですが、細部の違いはあるんですね。推測だけど、ノズル部は金属製で、制振効果と広域の質感の変化が期待できそう。金属製のシェルも同じ理由から少し重くても制振効果を含め安心するかも。仕上げが違うけど、プロの材質は VX と同じマグネシウム合金って記載あったね。マグネシウム合金はアルミニウム合金に比べ軽くて振動にも強く、合成、強度も鉄やアルミニウムより優れているということだったよ。それと、イヤーフィンの突起がやんわり出てる。このぐらいだとさほど気にならない感じで、装着感は VX ほどではないけど、かなり良いと思うよ。なるほど。プロは BA のモデルナンバーとしては以前からあるものですが、数が増えましたね。どういう役割を持たせたのかは不明だけど、30095と50060が1機ずつ。パッケージ内容はこんな感じでリアピは3種類、ケース付きです。1万円前後の価格帯としてはちょっと少なめな気もしますが。でも BA が2機増えて、ダイナミックドライバーが CNT だからね。VX が6000円台で買えるから差が4000円ぐらいか。発売直後だから仕方ないけど、8000円台で買えるようになったら嬉しいね。さてと、じゃあ波形を見てみようかね。これは同じボリュームでピンクノイズを測った時のもので、プロの方が音がかなり大きかった。この調整をちゃんとしてから聞き比べしないと VX が貧弱に聞こえちゃう。で、調整したのが右。調整後の比較では低域は若干 VX の方が出てるね。その他の特性は VX を踏襲している部分も多いように見えるけど、実際聞いてみるとそういう振り方は違うんですね、印象が。そう、波形は似ていても全体的に改造感が上がってるね。一言で言ってしまうと VX は音の輪郭が少し滲む感じで曖昧さを残している。プロではその曖昧さがない上、分離がよくうず漏れがちだったバックパートの音がよく聞こえ、シャープになっている。広域の出方は ZAX より強いので、広域苦手な方は要注意ですが、8kHz 付近なので線は細く、全体を壊すようなバランスには感じませんでした。2kHz 以上で見れば ZAX の方が強めですが、8kHz 付近に限定すると VX プロが強めで、聞いた感じとも一致しています。一言が長いですね。すんませんついでにもうちょっと細かく言わせて。 VX は一点から放射状に音が広がるような感じで馴染みやすいが曖昧さが残る。プロは面で迫ってくるように聞こえ、各楽器の存在感を拾いやすい。音量差を埋めてもプロの方がパワフルで圧を感じる。改造感が高いのでプロの方が聞き疲れは早く来る。ベクトルとしてはプロはモニターライク。ダイナミックドライバーが CNT なのも見逃せないというか聞き逃せない。で、ファーストインプレッションのまとめとしては VX と VX プロは別物に感じたということです。そうなんですか。同じ VX の名前ついてるのに。波形も似てるとこ多いけど、聞いた印象は自分としてはかなり違うので、別名でリリースしてもよかったんじゃないって思っちゃったよ。ハイブリッドモデルとしての価格も9000円台後半から1万1000円ぐらいで割と高めの設定だけど、手持ちの TRN のモデルの中では一番好みかも。どのあたりが一番好きなんですか？音がしっかり分離して明瞭。ベースがタイトにまとまっているのに圧はしっかり感じる。こんなところかな。フェーズ2で音質比較動画とさらに他モデルとの比較を交えた深掘りをする予定だけど、まずはファーストインプレッションなのでこれくらいにしておくよ。はい、愛も聞き比べておきます。ではまたフェーズ2で。